JR 総武線両国駅は、かつて房総方面へ向かう列車の一大ターミナルでした。人の流れも物流の流れもこの場所から始まっていました。両国駅の横から地上に出てきた総武快速線の電車が錦糸町駅へ向けて走っていきます。今回は両国駅の歴史を簡単にご案内してから、幻のホームと呼ばれる両国駅の3番ホームと錦糸町駅の留置線についても合わせてご紹介します。両国駅の1番ホームと2番ホームは総武線各駅停車が発着します。三鷹駅から中央線の各駅停車として中央総武観光線を通り、お茶の水駅から総武線の各駅停車として運行しています。両国駅はもともと総武鉄道が開設した両国橋駅で、隣を流れる隅田川に橋を架けることができなかったため、両国橋駅は房総方面へ向かう列車のターミナル駅となりました。電化していなかった房総方面へ向かう列車が発着するだけでなく、貨物輸送の拠点になっていました。当時の敷地は、現在の両国駅と両国国技館、そして江戸東京博物館を合わせた広さでした。駅名が改称された両国駅は、当時の乗降客数と貨物の取扱量はトップクラスでした。ところが、総武線の起点がお茶の水駅まで延伸すると、電化されたのは両国駅までだったため、非電化だった房総方面へ向かうには、両国駅での乗り換えが必要でした。これにより、改札内での乗り換え客が多くなり、両国駅の乗降客数は減少したのです。ちなみに、先ほどの各駅停車用のホームは、延伸の際に整備されました。そして、総武快速線が開業し、特急電車などが東京駅の始発へ変更されると、ターミナルとしての役目も終わりました。また、貨物輸送が1970年に廃止されて、越中島貨物駅へ集約されると、貨物駅の跡地には、1985年に両国国技館が、そして1993年には江戸東京博物館が建設されました。続いて、両国駅にある幻の3番線と呼ばれる3番ホームについてご紹介します。3番ホームへ向かう連絡通路には、両国ステーションギャラリーが設置され、両国駅の歴史に関する資料などが展示されています。
特急電車も始発駅を東京駅へ移し、両国駅は総武線各駅停車の電車のみが停車する駅となりました。なお、現在でも臨時列車などが3番ホームを使用することがあります。こちらは古くからある両国駅の西口駅舎です。改札前から駅舎に沿って歩くと、地面に何やら表示があるのが見えます。房総方面へ向かう BB ベイスという臨時列車が幻の3番ホームを使用しています。房総バイシクルベイスの略で、もともとは南武線を走っていた209系2200番台を改造した6両編成の車両です。自転車を押しながら両国駅の改札を通ることはできないため、駅の横にある専用ゲートから幻の3番ホームへ入ります。上から見ると、この赤い線に沿って3番ホームへ入ります。通常、自転車を列車内に持ち込むには制限があり、分解するか、または折りたたんだ状態で輪行袋という袋に収納してから持ち込むことになっています。しかしこの車両は自転車固定ラックを自転車メーカーと協力して製造するなど本格的な作りとなっています。なお、積載可能な自転車はロードバイクやクロスバイクに限定しています。ゲートを入るとすぐに右折して3番ホームへ向かいます。江戸東京博物館から両国駅を眺めると、総武快速線の線路の向こうに保線用の車両と幻の3番ホームが見えます。そして両国駅の幻の3番ホームには特急電車の回送電車が入線することもあります。一体どのようないきさつで入線するのでしょうか。まずは隣の錦糸町駅まで向かいます。
錦糸町駅の横には合計6本の留置線があります。ここへ入線して待機するために、両国駅の幻の3番ホームを使用するのです。通常、この留置線へ入線する総武快速線の車両は、東京駅から回送電車となって赤い線に沿って入線します。逆に出庫する際は赤い線のように進み、東京駅へ向かいます。それでは、幻の3番ホームで折り返す特急型車両の入線の流れを図でご紹介します。津田沼方面から来た特急電車の車両は、両国駅の手前で総武快速線の線路から幻の3番ホームへ向かう線路へ転線します。9両編成の特急型車両なら、両国駅の3番ホームで折り返すことが可能だからです。そして折り返して錦糸町駅横の留置線へ入線します。そこでしばらく待機してから東京駅の発車に合わせて出庫していくのです。両国駅の歴史と幻の3番ホーム、そして錦糸町の留置線の動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今回動画の中でご紹介した BB ベースについては概要欄にリンクを貼り付けておきますので、詳しくはそちらのホームページでご確認ください。